モデルチャンネルにようこそ。私モデルと申します。よろしくお願いします。今回はこちらのハイグレード100式を製作してみました。ゴールドボディのモビルスーツですね。この100式をゴールドとシルバーのカラーリングで仕上げてみたいと思います。ゴールドもシルバーも両方試したかったんですよね。また今回は水性塗料でキャンディー塗装にも初トライしています。それでは箱を開けていきます。パーツ数はハイグレードでは普通の数ですかね。シールはこの2種類です。パーツがメタリック成型色で表現されていますが、メタリックのムラみたいなのが気になります。パーティングラインではないので塗装には問題なさそうです。あと、ゴールドパーツにアンダーゲートが対応されています。ミッキーバージョンのためでしょうか。まずはニッパーでゲートを少し残しながらパーツを切り取ります。続いてアルティメットニッパー 5.0 で2度切りしていきます。ゆっくり丁寧に切っていきます。アンダーゲートは2回に分けて切り取ります。パーツを切り終えました。ポリキャップは形が曖昧なので仮組みで切り離します。カットしたゲートは装置しておきます。次に仮組みです。仮組みは割愛しますが、組むとこんな感じになりました。かなりスタイリッシュですね。仮組みだけでも完成度が高く感じられます。構造を簡単に確認してみます。パーツは細分化されていてアーサ目は少ないです。パーツの色分けもかなり細かくて、特に腕はリアルグレードクラスの細かさだと思います。アンテナが太いですね。肩の赤いパーツははめると外すのが大変そうなので仮組みは避けました。次にアーサ目を確認してみます。すねのシリンダー部分にアーサ目があります。フレキシブルバインダーにあります。バックパックにもあります。続いて可動範囲を確認してみます。まとめると大体こんな感じです。かなりの可動範囲を持っていますね。次に加工処理です。ヤスリがけを行います。240番の板付きヤスリでざっくり削ります。合わせ目処理する部分もあらかじめ削ります。続いてスポンジヤスリを使用します。画像のものは800番ですが600番も使用しています。細かい部分は棒ヤスリを使用します。ハンドパーツも棒ヤスリが有効です。次に合わせ目消しと後はめ加工です。バックパックはポリキャップをはめて接着します。キャップもポリキャップをはめて接着します。ポリキャップだけだと加工がすごく楽ですね。フレキシブルバインダーは上部をそのまま接着します。下部は一部パーツをカットして後はめできるようにします。いきなり切りすぎると調整が大変になるので少しずつカットしていきます。はめた時パチンと音がする状態がベストだと思います。その他加工ですが、丸っこいアンテナは鉄入りの針金に変更します。まずはカッターで切ります。その後カッターで少し穴を掘ります。そしてドリルで穴を広げます。しっかり針金が入るのが確認できたら瞬間接着剤で固めます。乾燥したらペンチでカットして粗い部分を調整しておきます。次に筋彫りです。既存の溝を軽く掘っておきます。追加の筋彫りも加えます。このままでも十分かっこいいのでリアアーマーとフロントアーマーに追加しておきました。フロントアーマーは左右独立して動かせるように真ん中部分をカットしておきます。次に塗装です。充電式エアブラシを使用して水性ホビーカラーエイクイアスで塗装していきます。まずはグレーのサーフェイサーを塗装します。水性サーフェイサーは乾きが少し遅いので大きいパーツや武器は塗りすぎに注意です。続いてゴールドやシルバーの下地用にメタルブラックを塗装します。メタリックの下地にこういった色を使うと重さが増すと思っています。希釈はすべて塗料溶剤1対1です。最初は測っていましたが徐々に適当になってしまいました。続いてシルバーを塗装します。シルバーは下地が黒いと黒光りする感じになるのでとても好きです。続いてゴールドを塗装します。水性塗料のゴールドは初めてです。綺麗な感じだと思います。一部塗り分けのためマスキングテープを貼って塗装します。エアブラシは細かく塗れるのでマスキング塗装は楽ですね。ゴールドの一部にクリアイエローをキャンディー塗装していきます。
初めてのキャンディー塗装になります。全部キャンディー塗装でも良かったのですが、ゴールドのツートンカラーもいいなと思って一部だけ塗装します。塗り重ね具合で色が変化するらしいので、色合わせが難しそうですね。続いてダークグレーを塗装します。こちらはナイフフレーム、バックパック、武器に使用しています。すねのシリンダー部分はシャア専用レッドを塗装します。一部でもクワトロ、シャアのカラーを残したかったのですよね。エアブラシ塗装が終わりました。次に部分塗装です。まずは細かい部分を筆塗りしていきます。はみ出さないように慎重に塗っていきます。はみ出した場合は乾いた後また重ね塗りすれば OK です。今回はビームライフルの筆塗りが少し難しかったですね。続いて墨入れしていきます。墨入れはブラックを使用します。こちらもはみ出したら溶剤で拭けばきれいに落ちますが、溶剤をつけすぎるとプラスチックの耐久度が下がるので注意です。続いてマーカーです。ガンダムマーカー EX のメッキシルバーを買ってみました。バーニア部分に塗ってみます。マーカーには重ね塗りしないでくださいと注意書きされていたので、その状態から塗ります。とてもピカピカですね。パーツを挟んだ金属よりも光っているような気がします。改装アンテナにも塗りました。次にデカール貼りです。いろいろな水転写デカールを貼ります。以前はマークセッターを使っていましたが、こちらは水性溶剤が入っているので、水性塗料で使うのは少し危険です。こちらのデカールのりを使用します。百式はデカールが少ない方がかっこいいと思うので、最小限で貼っていきます。綿棒でスライドしてデカールをのしたら位置調整して余分な水を押し出して固定します。一発でできるととても気持ちいいですね。大抵は位置ずれ調整に時間がかかってしまうんですけどね。次にトップコートを塗装します。ゴールドとシルバーにはクリアを塗装します。その他には艶消しを塗装します。水性塗料に水性塗料の艶消しは塗りすぎると逆に光沢が出てしまいます。ラッカーの時は全然気にならなかったのですが、慎重に塗装します。最後に付属のシールを貼ってクリアパーツをはめます。目の部分は筆塗りで塗装しました。それではこちらが完成したハイグレード百式になります。では簡単なレビューをします。まずはカラーのレビューです。ゴールドとシルバーのカラーリングですが、シルバーが少し控えめでいいバランスだと勝手に思っています。ゴールドの一部をクリアイエローでキャンディー塗装しましたが、これも色に幅ができてなかなか良かったと思っています。今回キャンディー塗装をした部分はこのような重ね塗りをしています。重ねた回数は多くないのですが、良い色味が出たと思います。ガンダムマーカー EX のメッキシルバーもいいアクセントだと思います。反省点もあります。光沢塗装の部分はいつの間にかついたホコリが最後まで目立ってしまいました。あとデカールも一部切れ目が目立ってしまいました。最初マークセッターを変更したからかなと思いましたが、綺麗に貼れている部分もあるので貼り方や処理が甘かったのかもしれません。こちらが今回使用した塗料になります。詳細は動画説明欄をご覧ください。加工処理の確認です。合わせ目はだいたい消せていると思います。水性塗料だとラッカーと比べると少し合わせ目処理の難易度が上がったような気がします。アンテナは針金に書いたのでシャープになりました。長さもオリジナルより少し長くしています。追加の土彫りは最小限なので地味ですが良い感じだと思います。仮組と完成を比較してみます。光沢塗装のおかげで質感や重みが感じられます。黒背景もゴールドとシルバーを引き立てていると思います。次に武器の確認です。こちらはビームライフル。英雄語のロゴを入れています。クレイバズーカ。そしてビームサーベル。では最後にポーズをつけてみたのでこちらをご覧ください。
かがだったでしょうか。今回はハイグレード100式を制作したのですが、ゴールドやキャンディー塗装の特徴をいろいろ知ることができました。光沢仕上げは下処理が重要ですので、今までに増して丁寧に製作する必要があることが分かりました。これからも重要な部分はより丁寧に作業していきたいと思います。また光沢のモビルスーツを作れたらいいなと思っているので、またのご視聴よろしくお願いします。それではまた。